Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. どうもこんにちは、オノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。皆さんはですね、お家で楽しく過ごしてますでしょうか。僕はね、すごいお家好きなのでね、楽しく過ごしてるんですけども、中でもですね、こう一日の中でですね、この時間がすごく好きだなっていう時間がありまして、それはですね、お風呂の時間なんですよ。僕はお風呂にお湯をためて、そこでこう浸かりながらですね、漫画を読むのが好きで、こうずっとね、こう本当にこう、1年2年ぐらいですかね、毎日お風呂の中で必ず1冊ね、漫画を読むっていうのをこう日課にしています。で今まではですね、どんな感じで読んでたかというと、僕ね、Kindle とか電子書籍でね、読むタイプなので、このね、スマホで読んでたんですよ。防水のスマホで、Kindle をね、ダウンロードして読んでたんですけども、結構ね、今までこう感じたのが、スマホだとね、漫画ね、ちょっとちっちゃいんですよね。ちょっと小さいので、もう少しね、大きな画面で読みたいなっていうのと、iPad とかをね、使いたいなとは思うんですけれども、 iPad だとね、防水性能がないのでお風呂で使えないんですよ。なのでこうお風呂でね、ちょうどよく漫画を読める端末がないかなと思って、ちょっとね、いろいろ探してたんですけど、先日ですね、Twitter でこう友達がね、話してるのを見て、確かにこれがいいじゃんっていうのがね、ありましたので、それをね、買ってみたところめちゃめちゃ良かったので、今日はね、それをね、ご紹介しようと思います。そして買ったのがこちらですね、Kindle Oasis っていう名前のですね、電子ペーパーを使った、Kindle シリーズのね、最新型のデバイスになります。これがね、めちゃめちゃ良かったので、今日はね、ちょっとこれご紹介したいなと思います。はい、いくつかね、ポイントはあるんですけれども、まずね、一つはですね、この端末、防水なんですよ。オアシスというね、名前からもね、ちょっとこう、関連があると思うんですけれども、完全にね、これ防水の端末、IPX ね、8に対応した防水性能が高いね、端末なので、シャワーのね、水がかかってもね、大丈夫ですし、なんだったらね、水にちょっとね、つけて、一定時間置いても、大丈夫ですっていうぐらいね、防水性能が高いね、端末なんですね。なのでこうお風呂でね、読書をするとか、漫画を読むっていう時にはね、すごくね、適しているデバイスだなと思います。続いてね、この Kindle Oasis をね、おすすめする理由の、一つなんですけれども、こちらはですね、7インチの、電子ペーパーですねっていうのがこれ、搭載をされていて、これがね、非常に見やすいです。すごくね、コントラストが高くて、こう解像度もね、高くてですね、非常にね、こう紙にね、書いてあるのと変わらないぐらいの質感で読むことができます。でかつね、これね、e インクっていう形、こう印状しているので、バックライトを必要としないんですね。なのでこう明るいところでもね、見やすいですし、あとはこう電池のね、消費も抑えられるっていうものですね。で、こちらね、ちょっとね、Kindle のペーパーホワイトっていうね、ちょっとこれのちっちゃいバージョンみたいなのがあるんですけども、それともね、悩んだんですけれども、やっぱりね、このオアシスがいいなと思ったのはですね、この7インチのディスプレイの大きさですね。Kindle ペーパーホワイトはね、6インチなんですけども、結構ね、この1インチの大きさでだいぶね、この漫画を読む時のね、体験って変わってくるんですよね。なのでこのね、7インチのちょっと広めのね、ディスプレイにしましたっていうのと、あとはね、このベゼルの狭さですね。結構ね、Kindle のペーパーホワイトね、ベゼルが太いんですよ。なのであんまりかっこよくないんですけど、こちらのですね、Kindle Oasis はですね、このベゼルがね、なかなか細めで、見た目的にもね、かっこいいなと思ってこちらをね、導入しました。でディスプレイのね、テクノロジーでいうと、こちらはですね、色温度と、周りの明るさですね、それに自動対応ね、するようにできていて、周りのね、明るさに合わせて一番見やすい明るさに調節をしてくれたりとか、周りのね、色温度に合わせてこれをね、青っぽい色にしてくれたりとか、黄色っぽい色にしてくれたりとかっていうのをこう、ね、自然に調節してくれるっていうのもね、この Kindle Oasis のね、特徴の一つですね。でこのね、Kindle Oasis なんですけども、使っててというかね、触ってみて本当にこれはね、買ってよかったなと思ったポイントがですね、このね、筐体の出来の良さですね。このデバイスとしてのね、完成度すごい高いんですよ。まずね、これね、すごくね、軽いです。188g っていうね、本当にこう紙のノートをね、持ってるのと変わらないぐらいの軽さなんですよね。なのでこう片手でね、持ってても全然疲れないですし、すごくね、持ち運びもね、しやすい機種だなと思います。で、かつですね、これ薄いんですよ。ちょっと見てほしいんですけど、こんな感じですね。横から見ると本当にね、薄い1枚の板っていう感じで、このね、ベゼルのね、細さもね、いいなと思ったんですけど、この薄さはね、めちゃめちゃ魅力だなと思いました。で
こうねちょっとね出っ張ってる部分ですね、こちらの裏側のところがね、多分バッテリーとか入っていて出っ張ってるんですけども、これがねちょうどいいねグリップになるんですよ。こんな感じで、持つ時にですね、ちょうど、指がねかかりやすいような感じになるので、これもねちょっと厚みはあるんですけどもね、非常にいいデザインかなと思っています。あとね持った時にこのね右側の部分ですね、ベゼルがですねこの上と片側はね同じ太さで作られてるんですけども、片側のねサイドだけこんな感じで太めに作られてるんですね。でこのね太さがねまたちょうどいいんですよね。必ずねこの右手かもしくはこの左手のねどちらかで持つと思うんですけれども、ちょうどねこの持ちやすいというか、この親指がね邪魔をしない位置に来てくれるので、本当にこう、電子書籍というか本を読む上でこの形って本当によくできてるんですよね。完全なるこの長方形、四角って感じじゃなくて、ちょっとねここに遊びを持たせてあげるっていうねこのデザインがねすごくいいなと思いました。あとねこれ他の Kindle Paperwhite とかと1個ね圧倒的に違うというか、買ってよかったなと思う点がありましてですね、ここにですねボタンが2つついてるんですよ、 Kindle Oasis は。このねボタンがすごい良くてですね、どんな感じで使うかというと、これねページ送りで使うんですよ。こんな感じでボタンを押すと、次のページに、進んで、逆にね、下のボタンを押すとこんな感じで、また戻りますっていうね感じで使い分けれるんですね。でこれは、ジャイロがね搭載されているので、上下をねこんな感じで逆にすると、このね画像も逆になりますし、このねボタンも、逆になります。同じくですねこの上を操作すると先に進んで、下を操作すると戻ってっていう感じですね。これはねどっち側で使っても、同じようなね操作感になるように、シームレスにね作られています。こんな感じで非常にね完成度が高いというか、確かにね普通のこう Kindle Paperwhite よりはね若干高いんですけれど、その高さもね納得できるなというか、非常にね買ってよかったなと思うねデバイスですね。ディスプレイはですねもちろんタッチ操作にもねこうやって対応しているので、こうスワイプでね動かすこともできたりするんですけれども、やっぱりねお風呂で使う時ってこう手が濡れていてタッチが反応しないことがあるので、そういう時にこの物理ボタンがあるとめちゃめちゃ便利ですね。で操作のね挙動としてはね、こんな感じですね。すごくね、サクサク動くってわけじゃないんですけども、ギリギリね、ストレスなく使えるかなっていうぐらいのレスポンスの速さですね。なのでこう iPad とかねああいうものに比べるとねちょっとね操作感は、劣るんですけれども、漫画を読むとか、こう何かテキストのね、文章を読むとかっていう場合だったらこれでね全然十分なんじゃないかなと思います。この Kindle Oasis ですね、数日間使ってみて僕の、ね、感想としてはねめちゃめちゃねいいですね。本当にこう防水性能がね高いので安心して使えるし、水にね濡れても大丈夫なこの物理ボタンがあって、でかつねこの見やすいインクのディスプレイっていう感じで、非常にねこれ満足度は高いアイテムでした。でこれデバイスとしてね、唯一欲しいなと思うのはですね、充電が、マイクロ USB っていうとこですね。基本的に僕はUSB-C のね端子でできるだけ統一をしたいので、これがね USB-C だったら本当にねこう完璧だなと思ったんですけれども、そこはねちょっとしょうがないかなっていう感じですね。結構ね電池持ち自体はいいので、3日に1回とか、1週間に1回ぐらいね充電してあげれば大丈夫なので、その時だけねマイクロ USB をねちょっと使おうかなと思います。はい、というわけでですね、今回は、こちらのですね Kindle Oasis ですねの、ご紹介をさせていただきました。家のこうリビングでゴロゴロしながらこう本読みたいとか、こう通勤中とかに、ね、読書をしたいとかっていう方はね、正直 iPad mini とか他のデバイスでね僕いいかなと思うんですけれども、本当にこう局所的な、ニーズですね。僕みたいにお風呂の中で読書をしたいとか、こうやってね本を読みたい、漫画を読みたいっていう方はすごくねこれおすすめできるアイテムなので、もしねそういう方がいましたらこれ強くねおすすめしておきます。ちなみにですね僕が選んだモデルは8ギガの広告がねありのモデルですね。あんまりねすごく常に使うものじゃないので、広告あってもいいかなっていうのと、容量もねすぐ前のね漫画消せばいいだけなので、8ギガで十分かなと思ってこちら選んでいます。せっかくですね今こうお家にいる時間がね、長いと思いますので、その中でねこう自分の中の楽しみをね見つけるっていう意味でもですね、こういうデバイスをぜひ活用してみてください。はい。というわけで今日はね以上になるんですけれども、こんな感じでですね、普段からこういろんなガジェットだったりとかいろんなね生活に関わるものをご紹介してますので、もしね、今回の動画が参考になりましたらいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。